にちは、黒助です。スタンディングデスクを導入したので立ちながら作業することが多いんですが、1日経っていると結構足が疲れてくるんですよね。リモートワークなどで皆さんスタンディングデスク導入した方、同じような悩み感じてるんじゃないかなと思います。特に初めの1週間ほどはスタンディングデスクに慣れていないせいか足がめちゃくちゃ疲れました。フローリングの床は硬いんですよね。クッション性がないのですごくかかとが痛くなりました。足が痛いからといって立つことをやめてしまったり、スタンディングで作業する時間が短くなってしまうと購入した意味もないですし、健康にも良くないので、足の疲労感を軽減するためにマットを購入してみたのでレビューをしていきたいと思います。はい、購入したのはエルゴドリブンのトポミニです。エルゴドリブンというブランドについて簡単にご紹介しますね。エルゴドリブンはスタンディングデスク用のデスクマットのみを扱うベンチャー企業で、2013年にアメリカのコロラド州で創業された会社です。クラウドファンディングでトポを紹介したところ、30日間で10万ドルの資金調達に成功したそうです。アメリカの Amazon では5000以上のレビュー、 4.7 の評価なのでいかに人気なのかが分かりますね。はい、それでは早速見ていきましょう。エルゴドリブンのトポミニですが、サイズがですね、幅64センチ、奥行きが34センチあります。で、重さがですね、これ 1.8 キロあります。結構重たいです。で、ポリウレタンでできているんですけども、触った感じはすごく柔らかいんですが、適度に反発があり弾力性があります。で、特徴的なのが、こういった凸凹ですね。いわゆるデスクマットというと結構平らな、カーペットのようなものをイメージしますが、エルゴドリブンはこういった真ん中にティアドロップ型の山があったり、角にはこういった傾斜がついているのが特徴です。で、後ろもですね、少し盛り上がっていて、一番高いところが6センチぐらいあります。で、平らなところがこれが2センチぐらいです。ではちょっと使ってみたいと思います。まずはこの平らな部分ですが、弾力はあるんですけれども深く沈み込むことはないです。で、踏み心地がすごく良くて、前後左右にですね多少動いてもはみ出すことはないです。で、サイドの盛り上がっている山ですが、肩幅より少し広いくらいです。で、少し内側に足をかけて乗せるとちょうど重心が真ん中に来るので安定します。で、後ろの角ですが、ちょうどかかとが乗るくらいの大きさです。で、足がですね少しはみ出してかける感じにするとアキレス腱が伸びてストレッチできます。で、同じように前方も少し傾斜がついているので、指をかけますと指のストレッチができますし、かかとをかけますとかかとのストレッチができます。はい、で、中央のですねこの山の部分が、ちょうど土踏まずの部分で、フィットするのですごくクッション性があって気持ちいいです。で、同じく後方の山にかかとを乗せてあげるとここもストレッチができます。で、こんな感じでですね2つの山を同時に踏んだり、こんな形で斜めにしてみたりとか、左右の足を変えてみたりすることで、いろんな動きができるっていうのがこのエルゴドリブンの特徴です。皆さん感じていると思うんですが、実際に立って作業すると静止しているとめちゃくちゃ疲れますよね。エルゴドリブンはこの凸凹のおかげで足が無意識にストレッチできるようになっています。ですので1日ですね使っていてもこんな感じで足を常に動かしていることで疲れを予防してくれます。はい、ここからはエルゴドリブンの良い点を3つご紹介したいと思います。まずはこの独特な形状ですね。エルゴドリブンはクッション性のあるマットとしての機能のほか、足のストレッチを促してくれるので、無意識に足が動いていて、1日経った後ですね疲労感が全然違います。2つ目は足を引っ掛けてしまえる点です。で、この出っ張りにですね足をかけて押したり引いたりできるのがすごく便利です。で、使わない時はデスクの下に収納できるので、立ったり座ったりを繰り返す方でしたらこれすごく便利です。3つ目はメンテナンスが楽な点です。ポリウレタンでできていますので、汚れてもウエットティッシュや雑巾で簡単に拭くことができます。毎日使うものなのでメンテナンスが楽なのはめちゃくちゃ助かります。次にエルゴドリブンの残念な点を紹介します。機能面では気になった点はなかったのですが、唯一挙げるとすればこの大きさだと思います。私が買ったのはミニサイズですが、それでも幅が64センチほどありますので意外と場所を取ります。
頻繁に座ったり立ったりするときはスペースのことも考えておいた方がいいかもしれません。ちなみに通常のサイズだと幅が75センチあり、購入前はどちらにしようかなって悩んだんですけども、私の場合は使用環境に合わせてミニサイズにしました。私は靴下の状態で使うことが多く、ミニサイズを小さく感じたことはないんですけども、スリッパやルームシューズを履きながら使う方にとっては通常サイズがいいかもしれないです。注意点なんですけども、このトポミニ厚さがですね2センチほどあります。スタンディングデスクをお使いの方であれば、通常設定している高さよりも2センチほど高く設定した方がおすすめです。はい、今回はスタンディングデスクに最適なエルゴドリブンのトポミニをご紹介しました。正直なところ購入前はわざわざマットいるかなとめちゃくちゃ悩んだんですけれども、結果ですねすごく満足しています。1日スタンディングデスクを使用した後の疲労感が全然違います。その結果ですね、立って作業する時間がすごく増えました。スタンディングデスクを使っている方にはぜひおすすめしたいアイテムです。概要欄にリンクを載せていますので、気になる方はチェックしてみてください。このチャンネルでは気になるガジェットやアイテムを紹介していきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴くださってありがとうございました。